どうも皆さんこんばんは、夏目さんちの源です。もやしのや次源さんだよ。さやの挨拶じゃねえの。なんだ次源さんだよ。どういうことだよ。もやしのやってなんだ。さやのやはもやしのや。ああ、そういうことね。そう。さやのさはどこなんだよ、じゃあ。サハラ砂漠のさ、カピカピの砂漠と水分がないと育たないもやしが組み合わさって完全体だってことのさやって言葉は。わかる？わからない。これを適当にわかるなんて答えられない。仮にもやっぱ責任ある立場だから。ああ、やっぱりね。はい。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。なんだこれ。え？なんだこれ、ゲンさんがいっぱいいる。ゲンさん保育園だけど。俺がいっぱいいるじゃん。ほら。イテリアイテリアってアナリティクスアナリティクスってここ喧嘩してる。喧嘩してんだ。そうでこれじゃほらアナリティクスクスクスティクスクスクスって出て靴下って言ってる。何なんだこいつらは。何について考えてるんだずっと。これゲンさん保育園。ゲンさん保育園。これからほらいつか立派なゲンさんになるの。あ、そうね。ゲンさんにはなってないんだまだ。あ、そうまだゲンさんの破片たちね。いやそうそう、これから立派なゲンさんになる。そうだけどなれなかったのがこうなる。相撲取り追い越して何の分野で追い越したんだこいつ。よかったゲンさんになれて俺は。というわけでもないんですがこちらです。日本上昔話新訳だって。やばい、指示を一個も守らないで書くからこうなる。いやゲンさんがじゃあこれって書いておいてって言ったらなんかすごい文章長くて、長くないよ。結局何これ教えてよ。ということで今回やっていく企画はこちら、新訳日本昔話。それが夢なの夢なの。はい。ということではるか昔、こんな企画やったんです。日本昔話ヴィラン化。うわやりましたね。こんな企画をやったんですけど、いや今ですね、世間を賑わせている大人気映画がありまして、超かぐや姫。あー知ってますよ。あれですよね。早見沙織さんめっちゃ可愛いやつですよね。見ただろお前。見たやつの感想言えよ。見たんだから。いやなんかさ、狙いすぎじゃないってぐらい我々世代が狙われてたね。ワールドイズマインが流れましたり、懐かしのさ、ハッピーシンセサイザーがいたり、あ、そうそう、大好きなボカロ曲が一番よく聴いてた時期があったんですけど、しかもライブになっててね。しかもエンディングテーマはレイだしな。バンプオブチキン。さやが会社の行く前の駅のトイレで泣きながら聴いてたレイのカバー、ね、そうカバーね。今回のアニメに出てる子たちのカバーっていう、すごい映像もなんかめっちゃ気合入ってるし、そうそうめっちゃかっこいいし、ライブ可愛いし、あとなんかすごい思わせぶりの男の子いるしね。なんか話にほぼ関わってこないのになんかやたらとめちゃくちゃ可愛い男の子いたね。さやさそこ気になりすぎてさ、話集中できてなかったもんね。なんかその子が出てくるたびにおー多分誰のこと言ってるか見た人はなんとなくわかると思うんですけど、そんな超かぐや姫でもあれ思ったんですよ。あれって新訳かぐや姫じゃないですか。かぐや姫をテーマにしてこう新たなる解釈を加えた SF ファンタジーみたいな感じなんですよ。超かぐや姫を見て思ったわけでもないんですが、なんか分かったな。僕もやりたいってなっちゃったんだな。やってたんだけどね。こんな感じで。てかなんならさ、夏目さんちの昔のヴィラン化が割とまさにそんな感じだったもんね。そういうなんか、ちょっとだけもじってきてさ、そうそうもじってきて無茶苦茶なことするみたいな。そうですが今回は新訳なので、現代っぽい要素かける昔話で、昔話ってランダムかける今っぽい要素ランダムがお題として出題されるので、それ新訳なんだ。の冒頭3ページを書いてください。わらしべ長者かける兄さんみたいなことがあるって。いやあるね、全然ありそうじゃない？なんか全然ある。日本昔話をベースにした新たなる物語を生み出そうじゃないかという回です。楽しい。ということで今回ランダムに出てくるお題で新訳日本昔話書いていきたいと思います。うわ久しぶりにこのランダムという理不尽に叩きつけられる。やっていきましょう。いつか立派なゲンさんになるために頑張ろうね。さあということで今回は、2回戦、お互い違うお題でやっていければと思います。漫画を描くと、3ページくらい、制限時間1時間以内に、もう新訳日本昔話を生み出してくれと。第2の超かぐや姫を作りたいと。もう作ろうぜ。手が震えがとにかくね、新訳日本昔話をやってまいりましょう。やっていきましょう。じゃあまず抽選いきますか。じゃあ僕からいきます。すごいこれ見たいよ。桃太郎とミニマリスト。これ見てー。どういうことだよ。すごい。桃とかさ場所取るからやめた方がいいよ。やばいよ。熱い。じゃあ私動きますね。じゃあいきます。お願いします。やばかぐや姫とライフハック。
かぐや姫でライフハックやば。ちょっと全然やばいの来たね。来たね。ちょっと待って、やばい、まずいまずい。全然やばいの来たね。びっくりしちゃったわ。なんかどっちもこれ現代っぽいワードなのか本当に。ライフハックに至ってはさ、なんか豆知識ぐらいでしょ。もうこういう感じよ今。こういう感じよ今。今そうなっちゃってる。じゃあ行きますか。行きますか。1時間でいけるんかな。よーいスタート。ライフハックって要はさ、おばあちゃんの知恵袋でしょ。いやまあ最近でこの人生を豊かにする方法とかもライフハックっていうね。生活の知恵でしょ。まあそうだね。そもそもミニマリストってどういう意味だ。一応ちゃんと言葉の定義を理解して。確かに。思ってる意味じゃない可能性がある、ね。部屋の真ん中にベッドを置いてる人でしょ。そう確かにそういうイメージはあるけど。あ、必要最小限っていうことなんだ。あ、てかミニマムだもん。ミニマムそういうことだね。整えました。行きましょう。すごい。ちょっと待って。ちょっと桃太郎くん、桃のそのサイズってさ、自分の最小限。俺の話を言うな。お前は自分の話を考えろ。かぐや姫のライフハックを書け。まだこれなの。バッツ。何の掛け声だそれ。今整いましたって。ああ言いたかったんだ。でも久々に喋ったから日本語が喋れなくなってたんだ。いや決まりました OK です。やっぱね全然違うものにしないとまずいからさ、焦っちゃってさ。確かにね。今回超かぐや姫っていう具体例を最初に出したのにかぐや姫来ちゃった。かぐや姫引いちゃったからさ。確かに。はい、ということで、まずは1回戦目マジで黙々と書いてしまいました。申し訳ございません。マジで難しかった。いや頑張った。でも桃太郎×ミニマリストとライフハック×かぐや姫です。一体どんな物語の断片が生まれたのか。どっちかにする？今回ちょっと僕からでいいですか。じゃあいいよ。こちら。出たゲストの資格が。車で走ってます。で車のトランクとかにいっぱいいろいろ入ってますね。テレビ、今や時代遅れのオールドメディア、くだらない茶番が垂れ流されてるだけカット。スマホ情報汚染されるだけの無駄な板カット。車たかが移動手段にいくらかかってる論外だカット。そしておすごい見開き。俺この世で最も不要なものカット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 。そんなって言って飛び出しちゃった。飛び出しました。車で崖から。そんなすごい大迫力の見開きが入った。カット。そしてどこだここは。崖から決死のダイブをしたはずだが、むくっと起き上がって手当てカタン。お兄ちゃんだ。以上です。わあ何これ見てかわいい。いやねマジで、物語が始まるとこまで全然たどり着けなくて、この後のなんとなくの設定を言うと、こいつミニマリストなんですよ。要はだいぶミニマリズムの果てに絶望して、いろいろあったんでしょう彼。決死のダイブしたわけですが、目を覚ますとそこはなんか鬼の住処でした。しかもなんかすごい可愛いお兄ちゃんいるじゃん。これはなんか自分のモチベのために。でもなんか入り口めっちゃいいね。なんか衝撃的すぎる。主人公の子結構好きだよ。スタイル好きそうだなって思いながら、ありがとうねって思いながら、ちょっとくたびれた青年ですね。大体多分29ぐらいですかね。背景描いてる時間なかったらあれなんですけど、まずぐっちゃぐちゃの部屋なんですこいつ。この子めちゃくちゃだらしないタイプのお片付けができない子だ。鬼の女の子で。でミニマリストの男がここに転がり込んで、このぐっちゃぐちゃのこの子の部屋をこう改革していってあげるっていうのが始まるんだけど、とにかくこいつを一応桃太郎にしたいの。で武力じゃないタイプの鬼と桃太郎の話みたいな。だから超かぐや姫もさ、側としてはちょっとかぐや姫の流れじゃん。やっぱり月から女の子が来てなんかしてみたいな。まず今回やりたいのは、人生に絶望して決死のダイブをしたサラリーマンのミニマリストの男が、なんかわかんないけど可愛い鬼の女の子の、しかもめちゃくちゃ生活が乱れてる女の子の部屋に行き、どうにかしていってあげる話です。がこの世界が現代なのか、はたまた桃太郎のぐらいの年代に転生してるのかは、現時点では僕には分からない。未来の自分に託すタイプだ。もう未来の自分に託すタイプ。いいね。全く分からないですけど。普通にめっちゃ好きだけどな。よかったです。このお兄ちゃんもうちょっとちゃんと描いてほしい。そうこのお兄ちゃんもうちょっと時間がなくて描けなかった。このお兄ちゃん可愛いよもう。なんかこう並んだ時に、なんかちょっとヨレヨレのスーツを着たサラリーマンの男と、結構だらしないタイプの鬼の子が横並んでたら見た目いいなっていうだけなんですよ。いやいいと思う。かけ。これあげるよ。
これは私が描いたお兄ちゃんじゃダメ。源さんの描くこう表情がね、5% くらいしかそう表情筋がなさそうな女の子じゃなきゃダメ。それ悪口褒めてる。これは褒めてるよめっちゃ。はい。こんな感じですね。いいね。だいぶ丸投げっぱなしの。じゃあさやさんいきますか。でちょっとこの漫画のさやさんの画力の問題と、あとなんかこう時間の問題上、都内の映像とそこそこの大きな会社のビルをまず想定したページが一番挟まると思ってください。現代の会社の物語。はい。かぐやさんやん。かぐやさんってこう呼ばれた。安倍さんに呼ばれた。普通の人。安倍さんお疲れ様って。来月退職するって人事から聞いたよって。そうなんですよって。かぐやさんいないの本当寂しいよ俺って。また本当だって疑ってませんよって。引き継ぎとかで手伝えることあったら何でも言ってねって。じゃあここでってありがとうございます。引き継ぎかって。そうだよな。仕事量はどうあれいい人たちばかりでできれば迷惑はかけたくない。たとえ急遽月に帰らなくなったとしてもって本当にかぐや姫なんだ。マジでかぐや姫。 OL やってるかぐや姫。 OL やってます。で帰らなきゃいけなくなっちゃった。帰らなくなっちゃった。なるほどね。そう私はかぐや姫の末裔、つまり月出身なのだ。末裔なんだ。かぐや姫ではないんだ。そうかぐや姫ではない。先日突然月からの帰還命令が来た。カンバックホームはって仕事帰りにこれはおそらく多分次の月出身の人しか見ない。この子はさやすぎる。1ヶ月だけ待ってほしいと伝えたけどって、にしても急すぎるって、デスクのこうやって戻っていくね、こうやって令和の地球暮らしなめんなって引き継ぎできる量じゃないって言ってこれ1ヶ月で1ヶ月で引き継ぎできる量じゃないって、なるほどね。そうこれ書類がねバーッとねすごいいっぱい。じゃあかぐやさんって後ろから書きたいだけの男でじゃあおかしい書きたいだけの男でそうこれ石造りくんね。石造りくんね。書類の量やばすぎですね。そうこれこうやって使ってみるといいですよって。ありがとうってバズってたんで買ってみたんですけど整理するのに結構便利ですって。いわゆるライフハックってやつですよ。そうライフハックってここでなるほど。ここで初めてライフハックというものに触れ、そうこの一月で引き継ぎを完了させるライフハックをこの社内とか社内外含め、いろんな男たちが出てき、いろんなそういうことね。かぐや姫だからね。かぐや姫っていろんな男がやってくるもんね。そう求婚してさ、それに対してかぐや姫がなんかこう無理難題を言ってこういろんな伝説のものとかを取りに来させるみたいな物語があるじゃん。かぐやちゃんはもうただ引き継ぎがしたいだけなんだ。1月1ヶ月に帰りたいだけなんだ。そうその間にこのかぐやちゃんことが好きな男の人たちがこの一月の間この地球暮らしを楽しむためのライフハックを教えてくれる男が出てきたりとか、日常生活ももちろん、そういろんなライフハックを紹介してくれる男性たちがかぐやちゃんにアタックしてきて、なるほどね。そう果たしてかぐやちゃんは一体誰と結ばれるのでしょうかっていう確かにいいかも。この男性たちの行為にあんまりちょっと鈍感というか、定番の鈍感なので、鈍感力大事ですから、主人公。特にラブコメの主人公察しよくちゃいけないんです。だって最初のこの安倍さん、ちなみにこの安倍さんっていう名前もね5人の旧校舎が、かぐや姫の5人の旧校舎がありまして、ひねずみの衣を求められた右大臣安倍の見失っていう人がいましてその安倍さんですね。なるほどね。この安倍さんはお金の力で何とかしようとしたけど失敗したっていうキャラクターなんだけど、この人も多分そういう失敗をしてる。多分お金の失敗をするんでしょうね。でこれは石造りくんなんですけど、石造りくんは石造りの巫女っていう仏の見石の鉢を求められ偽物を持参したが正体を見破られるという。なるほどね。ということはじゃああまりよくないなんかパチモンを渡すんでしょうね。パチモンでもそれが全部なんかそんなにマイナスじゃなくプラスに働いていったらみんなちょっとずつちゃんと好きになってもらえるキャラクターで、果たして誰がかぐやちゃんの心を射止めるのかみたいな物語。絶対お前ひいきされるよ作者がひいきするキャラじゃんこいつ。いやこれかぐやちゃんの後ろにいる制作部の若い男の子だから、こっち営業っぽいじゃん。スーツ着てるから。何の会社なの。でもそこは考えてない。いやめっちゃいいな。いやそうこれいい。よく1時間ちょいで考えたよこんなの。これすごい気に入ってんだよな。こんな感じで。いやいい素晴らしい。いや楽しかった、すごい楽しかった。素晴らしい。これ次もちょっと楽しみですね。じゃあ次。はいじゃあどうぞ。2回戦目いきます。怖いな。
今ので結構さ使い切っちゃったエネルギー。次何食うか分かんないからねまた。今日だってもう絶対クレープとか食べないと無理だもん。合わない収支がいきます。はいどうぞ。すごいの来たなまた。雪女とフードデリバリー。面白い。おもろいけどウーバーにしちゃおう。ウーバーでもいいんじゃない、別にフードデリバリーだから。わーはいなるほどね。じゃあ次僕いきます。はいお願いします。何これ。鶴の恩返しと通学路の買い食い。これ現代なの？現代かこれ。なんだこれいつの世もありそうだけどね。ねこれでいくかじゃあ。はい。鶴の恩返しってあれだよね。ここは見てはいけませんよみたいなやつでこう鶴が。あれ違う鶴がじゃないや、女の人が来るんだ。あそうだ鶴が女の人に化けてくるんだよ。いやそうだよね。で絶対見ないでねって言ったのに開けたら鶴だったよって。クイーって言って飛び去ってくんだよね。全然間抜けだな。待って私雪女の物語を知らないかもしれない。すごい雪女ちょっとご紹介するわ。じゃあ漫画日本昔話データベースっていうのがあるわ。吹雪の夜にお父さんと一緒に漁に出てた美濃吉って男がいるんだけど、その美濃吉が小屋で休んでると雪女がやってきてお父さんを氷漬けにしちゃって殺しちゃったの。悪っ。そうその後山を降りた美濃吉は一人になっちゃったけど、そしたらそこにすごい美しい女性が訪ねてきて、その女性はお雪といい、美濃吉はその人のことを一目惚れしちゃって、普通に美濃吉が好きになっちゃったんだ。美濃吉が好きになっちゃった。雪女はそうでもその時雪女って言ってないんだよ。言ってないけど雪子じゃん。察するなよ、サスペンスの目。で美濃吉はお雪のことがすごく好きになっちゃって、でもお雪と結婚するんですけど、ある時に美濃吉はそのお父さんが殺された時のことをお雪に話した。でそういえばお前あの時の雪女にめっちゃ似てるなみたいなことを言ったら、見逃してやるって言われた時に、このことは絶対人に喋るなって言われてたんだ。なのにお雪として結婚してる時に美濃吉がその時期のことをお雪に話しちゃったら、喋ったからにはもうお前とは一緒にいれんっつって、お雪は雪女の姿に戻り、美濃吉の元から去ってしまったという物語だそうです。なんだその女。そういう話みたいです。ぜひ皆さん日本昔話データベースで検索してみてください。いつでも誰でも見れるページです。鶴の恩返しは多分みんなご存知の通り、助けた鶴が旗折りしに来て、見てはいけませんよって言われるけど、どんな風に折ってるのだろうか気になって仕方ないから覗いてみたら、自分の羽をブチブチ抜いて旗を折ってる鶴がいて、なんで見てしまったんですかクエーって去ってったっていう。そのクエーってさなきゃダメなの。さっきから思うんだけど分かんない。僕の中で頭の中で鶴がなくてクエーって出てきちゃうからさ。でもそういう話ね、雪女と鶴の恩返しはこういう話だということで、無理じゃねこれ。できるか。まあ行きますか。はい行きましょう。よーいスタート。はいということで2回戦目は鶴の恩返し×通学路の買い食いと、で私が雪女×フードデリバリーだ。どっちもマジで意味わかんないけど、しかもどっちも飯じゃん。確かに飯だ。どっちも飯になっちゃったわ。いいですか自分からで。補足情報がありすぎて3ページなんかもう無理、10ページぐらいでやっと全部出てくるみたいな。頑張ったんです。見てほしい。はい。あの頃は本当にひどかった。飲食店に入っては荒らしまくってそのまま退店、食べ物とかもぐちゃぐちゃ、そこかしこの店で出禁になった、なのにうちら最強って言って調子に乗ったままだった。ああもう若気の至りのやりすぎなやつね。そうもう映えだけやって食べ散らかしてないけどね。そうもう最悪。もうお母さんと最後に行ったあの店でさえもう二度と来ないでくれっておじさんがこう言って、うるせえじじいこんな汚い店二度と来るかよっつってこうギャグ。クソガキやん。そうマジギャグ。マジクソギャル。あそこのオムライス大好きだったのに。そしてこの子ね。これ過去編ね。そして今仕事辞めないよでもさやさんみたいなやつ出てきて思ったよりへこんでねってこれ電話した友達で、その時のね、へこむよそりゃーって、あんた結構ギャルマインドだから平気そうなのにって聞く。そんなことないよ、まあいいやじゃあデートなんでまたねブツンって。それではどう聞こうって友達と喋ってるわけ。仕事でへこんで、お腹すいたなんか頼んじゃおうかなって。これ元木春ちゃんって元木春ちゃん、これ頑張って元ギャルって書いて元ギャルね。30歳、でも配達って高いよね。でも今日ぐらいはでもでもその時にお母さんの言葉、
元気がない時はお腹いっぱい食べることって、そうだよねお母さんこういう時こそだよねって言って、でこう携帯でこうウーバーを頼むみたいなと、自分の過去から逃げるように地元を離れて10年目、ウーバーって久々だなって、配達ならいいよね、まさかこんな形であの時の自分が立ちはだかるとはってピンポーンって切って男の子がここにいた子です。最悪だ、マジで最悪の出会いだ。そうでもいい、でもめっちゃいい、今はいいけどマジでクソ女ってことね。そう一旦昔は黒髪、今はもう黒髪でもう眼鏡すっぴんもしたし、昔ギャルだったこと完全に隠してる。そうであの時のなるほど、そう思い出のお店にいた息子で多分大好きだったお店の息子と再会、こういう形で再会したっていう。そうで彼女は多分彼のことが好きになっちゃうんだけど、なんかこの罪をっていう、そう抱えた罪をどうするかみたいな、そう食材の物語になるのかバッドエンドになるのかなるほど。でもまあっていう感じでいいじゃないですか。だけどお父さんのことをボコスカにしちゃったとか、このお店をもう畳まざるを得なくなっちゃったとかまで一回考えたんだけど、無理だよね。無理だと思って、これ確かにそこまでやったら無理だね。そうもう戻れないっていうか許されないよ、絶対許されないからと思って一時的にこうテーブルをガチャガチャにしてみたいな、それもすごい許せられないことだけど、だからお父さんがあれを見てすごく嫌な気持ちになって、自分も嫌な気持ちになったってか、自分の過去を知ってるやつと出会って、まず知ってるけど知らんってやつ、そうでなんかこう徐々にこの子のことが好きになってほしいの、このはるちゃんは。だけどある時気づくんですよ、あの時のあの少年だったということに。タララ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 、これ考えるのめっちゃ楽しかったんだけどさうわー際どい僕こういうの見読めないんだよね、もう第1話から辛くて。俺もそわそわして辛い、こういうのね、いやめっちゃいいと思う、いいと思うんだけど難しいよな。この子はものすごい反省して、もう当時の友達とはもう完全に縁を切って地元から離れてっていう、一度やったことは消せないっていうやつの物語。いやいいっていう雪女。確かにクソ女っちゃクソ女だな。そう雪女だってお父さん殺してんだからそれよりマシだ。そう雪女の話で、お父さんを過去殺したのにミノキチと結婚してるってことは、雪女も好きになってるから結婚したわけじゃん。そうだから雪女目線にしてみましたという。いい、これは新解釈。ありがとうございます。新訳やった、新訳できた。ただ僕は読めない。私も読めない辛すぎて読めない。辛い。はい、じゃあゲンさんのターンでお願いします。はい、学校ね。というわけで今朝も市内で動物の死骸が多数発見された。しかも全部が球状に押し固められてるって話だ。いいか、寄り道せずまっすぐ帰れよ。気持ち悪い、生々しい話しないでよ先生とか言ってて、買い食いなんて持ってのほかだぞって言って、でそう言われましてもって、すごいめっちゃゲンさんの描く男の子の主人公、手癖で描けるタイプの主人公抗えないのが買い食いの魔力ってやつだよなって言って、もうやって帰ってね。カイトまた骨チキ飽きないね。レンダっていつもハムチーズブリトーじゃん。いつものね。いつも友達たちとコンビニ寄ってるわけだ。でうわーって言って友達がいて、どうしたって言って、またいるぜあいつ鶴山、学校来ないのに一人で外にいるって。ちょっと気味悪いよな、パパ活してるって噂もって言って、おいって言って、くだらねえ噂で盛り上がんなよ。ヒュー出たカイトの真面目くんキャラで、ばっかお前らさわかんねえのか、俺にはわかる、おい鶴山って言って声をかけました。やるよ骨チキ、お前も買い食いとかしたいんだろうって。なんか主人公やん。そうありがとう、ちょうどお腹空いてたの。かわいい。その日からというもの、俺は毎日鶴山に買い食いをあげる日々が始まった。かわいいと思うじゃん、ここから先が怖くて怖いよ、書けなかったんですけど、このさ、だって球状に押し固められてる動物の死骸があるんですよ。これ1話目ね。1話目の一番最後に、この2人のうちのどちらかが球状で押し固められて見つかります。いやでも一番最初にさその事件の話をしてるってことはさ、そうなんです、こいつはハッピーにはならねえなって思ってましたけどそうなんですよ。でもね、鶴山ちゃんがやったとは限らないよねっていう、だから分かんないですよね、この町で起き
る猟奇殺人事件っていうか、その動物から始まり、人間の変なやばい猟奇殺人の事件を解き明かしていく話ですね。ああ、だって鶴山ちゃんが言ってたら、鶴山ちゃん戻ってこれないもん。いや、そうねこんな可愛いのに。そうめちゃ可愛い。でも一旦鶴山犯人ルートで、あ、まあね、パッと見ね、最初はね、どうなるかわかんないけど、でも主人公っぽくていいな、めっちゃ。そうちゃんと主人公、ここから毎日いろんな買い食いをしてあげていくんだけどもっていう、鶴の恩返しだから何が恩返しなのかっていう話ですよね。何が返されたのか、何を恩返ししてくれるのか、わー、そんな物語です。それ読みたいな、3巻ぐらいで読みたい。無理です。ないですか？何もこの事件の詳細は何にも考えてない。本当の犯人も考えてない。本当の犯人もマジで知らん。俺も知りたい。鶴山ちゃんなのかなと。鶴山ちゃんは一体何を恩返ししてくれるのかなと。こんなに可愛いのに。なんかでもさ、毎回こういう企画やると思うけどさ、手癖で書けるもんしかやっぱり出てこないよね。ね。1時間くらいだと。どっちも恋愛ものになっちゃったもん。確かに。ボーイミーツガールするのが手っ取り早さあるよな。確かに。すっげえくだらないこと思いついたんだけど。鶴の恩返し。お金に困っていた鶴に主人公がお金を返したら、ウォンで帰ってきたってどう？鶴のウォン返し。それはどこ面で書いてください。今思いついちゃって言わざるを得なくて。はい。まあということで。いや楽しかった。新訳日本昔話。どうだったでしょうか。すごい楽しかった。楽しいですね。ベースに誰しも知ってる物語を敷くことによって、やっぱアレンジの余地があるっていうのはやっぱいいですね。そういやなんかでも即興系で書くやつの中だと一番苦しかったかもしれない。なんかお題が。だって2つ縛ってるからね。そう。てかなんか日本昔話のがを下敷きにしなきゃいけないっていうのが逆に縛りになった。逆になんかこうあるから楽っていうよりはちょっと変えなきゃなんかすごい大変だった。そうゼロからじゃないからね。誰もが見て確かにこの話下敷きにあるかもって思ってもらえる。思わせないと意味ないもんね。そうそれがむずいね。それに結構ね引っ張られちゃって割と難しかったんですけど楽しくできました。楽しかった。ぜひ皆さんも超かぐや姫見てみてね。いやそっちかよ。ぜひ皆さんもちょっとね新訳日本昔話やってみてください。これ漫画に書かなくてもなんか話すだけでも結構楽しいと思う。楽しいね。現代にしたらこんな感じかもみたいな。かぐや姫も丸出しだったね。かぐや姫よかったな。ぜひ石造りくんのファンアートも一緒だよ弟と大体。それはそう。でも全然大きいから石造りくんはもう大きいから。石造りくん27歳だから。よろしくお願いします。